Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean in Christmas times. We'll be chilling and having a good time. 皆さんおはようございます。アミティ先生です。ついにこの日がやってまいりました。12月23日、アミティ先生の iPad 本第4冊目となるグッドノーツ手書きノートブックでございます。12月の23日ですね、全国の書店でこちらがですね、売りに出されるということで、もうアミティ先生もワクワクドキドキこれから本屋さんに行ってこようかなと思うんですけれども、もう今年は iPad 本の1年でございました。7月にですね、こちらプロクリエイトイラストテクニックっていうものをですね、出させていただいたんですけれども、わずか5ヶ月でどうしてもこの2つを出したかったんです。今日はこの本のですね、ちょっと中身を見せたいと思います。今まで私が出した本の中で一番詰まってる、チュートリアルの数も一番多いし、こんだけのあったんだみたいな、そういうプチティップスみたいなのも今までで一番詰め込んでおります。だいぶね、本制作にも慣れてきたので、こういう感じにしたらみんな喜んでくれるんだろうっていうのをですね、本当に詰め込みまくりました。はい。ということでね、早速見せていきたいと思うんですけれども、クリスマス、この23、24、25、26はですね、もうアミティ先生祭りでございます。ちょっとアナウンスがあるので先にそれお知らせさせてもらっていいですか。まず12月23日ですね、こちらのグッドノーツ本でございます。で、12月の25日、こちらはアミティ先生の iPadMate NFT の発売日、最後の発売日でございます。これを買ってくれた人はですね、iPadMate のコミュニティに参加することができるんですけれども、コミュニティに入れる最後のチケットとなっておりますので、こちらもですね、クリスマスコレクション見ていただけると嬉しいです。で、もう一つ、新商品でございます。じゃ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 ーんiPadMate のスカーフでございます。新しく作っちゃいました。見てください。テロテロン素材のアミティ先生の iPadMate NFT のですね、アイコンちゃんたちが見えます見えますか？とっても可愛い感じでプリントされた、すごい高級感のあるスカーフを作ってしまいました。これなんでかっていうと、こちらですね。皆さん買えなかった人もたくさんいる、iPad バッグにつけるように作りました。今日アミティ先生ね、グッドノーツカラーの服を着ているんですけども、グッドノーツカラーにはこのブラックのバッグが合いますね。はい、こういう感じのおしゃれ iPad バッグっていうのをですね、以前作らせていただいて、よかったらね、その動画を見ていただけると嬉しいんですけれども、これに合う形でですね、このスカーフを作りました。もうせっかくだったらね、この NFT のアイコンめっちゃ可愛いから、それでスカーフ作りたいなと思って、もう自分のために作りました。で、可愛くできたので、ぜひ皆さんもね、これ持ってほしいなと思いまして。よく見たらなんか可愛いアイコンがいるなぐらいの、そのぐらいのレベルで作りましたね、こちら。で、このスカーフがですね、12月26日から6、7、8、28日まで3日間の限定セールを行います。その3日間だけ予約を受け付けますので、ちょっと大量に注文が来たらですね、制作が間に合わなくなってしまうので、その3日間だけ予約できるような形になっているので、ぜひこのスカーフもゲットしていただきたいなと思います。はい、ということで、詳細はね、概要欄の方に載っけておきますけれども、はよグッドノーズ本の中身見せんかいと。はい。見せましょう。はい。過去一ですね、チュートリアルの数が多いんですけれども、アミティ先生の本はですね、だいたい前半は、基礎のページですね。初めての方も多いと思いますので、本当に初心者でも、簡単に使えるようなところをですね、しっかりと説明しております。意外とね、この初心者のところね、知らなかったっていうところ結構あったりするので、中級者、上級者の人でも1回目を通していただくと、
こんな機能知らなかったんだっていうのね、結構あると思うので、ぜひね、こっちも見てください。書店で初めてこの本を取る人もいるので、そういう人はね、だいたいアミティ先生を知らないわけなんですよ。iPad なんとなく買ってみたけど、どうやって使っていいのかわからないから本屋さん行こうみたいな人もたくさんいるので、その人はですね、ぜひ前半部分を見ていただいて、アミティ先生の YouTube を見ている人はですね、ぜひ真ん中から後ろ、後半部分ですね、ここがですね、もうめちゃくちゃ力入れています。ここがアミティ先生のもう個性を出すところですね。ここが一番頑張っているところですね。どんな感じになっているかというと、まずはノートアプリなんで、ノートの取り方ですよね。こんな感じで綺麗なノートの取り方っていうのを紹介しております。こういう理科ノートのさ、こういう心臓の絵だったりとか、あとはめしべ、おしべとか、地層とか、いろんな絵あるじゃないですか。あれって自分で描こうと思ってもめっちゃ難しくて描けないでしょ。それの簡単な描き方を紹介しておりますね。あとは、こちらですね。履歴書でございます。皆さん iPad で履歴書書いたことありますか？普通だったら、今までだったら紙に書いてね、ボールペンで書くじゃないですか。で間違えたらさ、もう一回最初からね。私ら世代までは多分そうだったと思うんです。今はね、もうPDF とかでね、書類とかでも許される時代だったと思うんですけれど、やっぱり手書きの方がこう、気持ちこもって採用してくれみたいなね、その熱意の表れということで手書きだったと思うんですけど、その手書きで書く時の履歴書の綺麗な書き方っていうのを紹介しております。ただ、綺麗に書くだけじゃなくて、こういう写真とかですね、お顔の写真とかペチって貼るでしょ。それ、iPad でできちゃいます。それのやり方とかも紹介しております。アミティ先生も自分をさらけ出してですね、履歴書の写真の顔みたいなのを載せております。もうね、自分をちょっと今回さらけ出しすぎてですね、恥ずかしいんですけど、例えばね、アミティ先生のビキニ姿がグッドノーツ5の方に載っております。見ます？ちょっと見て。ビキニ姿ですね。小さい頃の、水着姿だったりとか、小さい頃の、ヌード！私ヌードのしてるわ。やば？ヌードやめて。なんでのしたんやろあれ。もう忙しすぎてなんか何でもよかったんかな。載せた記憶がない。とりあえず載せみたいな感じで載したと思うんですけど、これ何のチュートリアルかっていうと、皆さん幼い頃の写真あるでしょ。多分押し入れに行ったら奥底の方にですね、こうアルバムあるじゃないですか。それがね、もう色あせてきて、もう誰も見られない。年に1回このお正月に開けて見るか見ないかの世界じゃないですか。それをデジタル化しましょうっていうチュートリアルですね。これめちゃくちゃ面白いと思います。スキャンしてね、グッドノートに貼っていくんですけど、なかなか面白い。誰がこんなチュートリアル思いつくのっていうのとかね、あったりしますので、それも見てください。あと、私がお気に入りのチュートリアルが寄せ書きですね。別れのシーズンとか、出会いのシーズンとかの時に寄せ書き送るでしょ。あれって紙に、真ん中にさ、なんか書いて、で、それを、次の人に会社の人とか学校とかでさ、一枚こう、ぐるぐる回していくわけじゃないですか。で、会社だと、それやったら、みんなスケジュール合わへんかったりさ、会社にいない人も今やったらいますし、なかなか寄せ書きを集めるのってもう至難の技。ということで、デジタル化しちゃいましょうということで、寄せ書きをグッドノーツで作りましょうっていうチュートリアルですね。じゃあここでもう皆さん問題です。グッドノーツで寄せ書き、どうやって作ると思いますか？これが分かった人は結構グッドノーツ2だと思います。正解はですね、共有機能っていうのがあるんですね。グッドノーツは、グッドノーツのノートを共有して、そのリンクを人に渡したら、同じノートにみんなが書き込みできるっていう機能があるんですよ。それを使うとなんと寄せ書きが書けてしまうと。で、それだったらね、誰か思いついてるでしょうと。じゃあそこでアミティ先生の出番ですね。その寄せ書きを可愛くおしゃれに書くにはどうしたらいいのかっていうのをここで紹介しております。
で、あと最後はですね、デザイナーさんとかも使えます。ノートアプリってすごく地味なんですよね。この本を作る時もですね、結構苦労したんです。やっぱりこう華やかにしたかったから、まあどういうチュートリアルを入れようかなって思った時に、やっぱデザインのチュートリアルをね、載せると華やかになるっていうところで、デザインのチュートリアルをたくさん載せてるんですけど、こういうストーリーボードっていうね、絵コンテの作り方ですね。映像を制作してる人だったら、こういうね、紙にラフコンテみたいなのをバーって書くんですけど、それの書き方だったりとか、あとはバナーとか、あとポスターみたいなちっちゃいね、カードみたいなものの作り方だったりとか、あとはこういうメッセージカードですね。今回クリスマスカードのね、作り方を紹介してるんですけど、これ見てね、作り方わかる人はすごいと思います。はい、これね、なかなか高度な技を使って作ってるんですけれども、ぜひこういうのも、これ多分一番レベル高いんですけども、チャレンジしていただければなと思います。はい、ということで、こんな感じですかね。もう一部しか紹介できてないです。チュートリアルの数が多すぎて、本当にいっぱいあるんですよ。まだまだいっぱいチュートリアルが載ってるので、ぜひですね、これ手に取ってもらって、Kindle 本も出てますので、ぜひ Kindle 本とね、合わせて取ってもらえると嬉しいです。で、Kindle でもいいんですけど、今回ね、一番頑張ったのがこの表紙。見てください。見て。わかります？キラッとなるの。キラーンって言って。白押しって言うんです、これ。白押し加工ってね、金にしたり銀にしたり、この文字の一部を変えたりするんですけど、それってね、ちょっと予算の関係とかもあったりして、なかなかできなかったんですけど、今回ですね、本当にお願いしますって、もう頭下げて、念願の白押しをさせていただきました。こんな感じでね、本当に触ったらちょっとぷくってなってたりとかして、すごく綺麗になってます。あとは、後ろ側ね、これ中のとこ、ジニーちゃんのイラストが載っておりますね。ジニーちゃんの4コマ漫画が入っております。多分これ Kindle だとこのページね、表示されないと思うんですよね。だからこれ買った人にしか見れないページというところで、ぜひ本で買ってもらえると嬉しいです。ちなみにこの本はですね、この iPad と同じサイズぐらいで作っておりまして、これがですね、iPad Book ですね。私の iPad Book にすっぽりと入る仕様になってますね。iPad バッグこちらですね。これにどっちともすっぽりと入る形になっておりますので、はい。ティム・クックのサインいただきましたね。見て。京都の人って嫌よね、こうやって自慢してくるのさ。だから京都の人って嫌なのよ。京都の人じゃなくてもティム・クックからサインもらったら誰でも絶対自慢する。はい、ということで、本日は以上になります。グッドのズボン。ぜひ、概要欄のところからリンククリックしてもらって、Amazon で Kindle か単行本の方買っていただければ嬉しいと思います。はい、ということで、メリークリスマスChristmas memories.